こんにちは、小塩です。今回はプレート素材ごとの打鍵音比較をやっていきます。今回比較するのは左から PC、PEI、FR4、カーボン、アルミ、コッパーの6種類です。ただ、マイク越しの比較だと音の違いはかなり分かりにくいと思うので、打鍵音比較の後にそれぞれのプレート素材の特徴についても簡単に解説します。一応補足なんですが、今画面に映っている PEI プレートは発注ミスで少し形が違うんですが、サウンドテストではちゃんと再発注したものを使用しています。はい、それでは打鍵音の比較をやっていきます。今回打鍵音の比較に使用するのはこちらのキーボードです。このキーボードは自分のメインキーボードで、PCB がラックアトラス、ケースがプロタゴニスト60、キーキャップがキー工房のドルチ、スイッチはグラバスター UFO を使用しています。はい、いかがでしょうか。マイク越しだと正直ちょっと違いが分かりにくかったんじゃないかなと思います。というわけで、ここからはプレート素材ごとの特徴について解説していこうと思います。まず、プレート素材は大きく3種類に分けられます。1つ目が樹脂系の素材、2つ目が金属系の素材、そして3つ目が繊維系の素材です。今回使用した6つの素材を種類分けするとこうなります。
それでは最初に樹脂系素材の PC と PEI について解説していきます。この2つの素材は一言で説明するなら柔軟性が高く軽い素材です。このように少し力を入れるだけで簡単にたわみます。PC と PEI では PC の方がより柔軟性が高く軽量です。これらの素材はその柔軟性の高さから特にガスケットマウントでは非常に打鍵感が柔らかく、フォームなしで使用するとバインバインとトランポリンのような打鍵感になります。打鍵音はどちらも小さめかつウォームな音で、フォームを使用すると低くこもった音になります。通常の打鍵でもプレートがたわむので、磁気キーボードではラピッドトリガーを 0.1mm 未満に設定している人は誤作動の可能性が高まるのでおすすめしません。この2つの間に打鍵音の違いもそこまで感じないので、磁気キーボードで使用する場合は比較的柔軟性の低い PEI の使用をおすすめします。次に金属系のアルミとコッパーについて解説していきます。この2つの素材は一言で説明すると剛性が高く重い素材です。このように少し力を入れるだけでは簡単にはたわみません。アルミとコッパーではコッパーの方が剛性が高く重みがあります。これらの素材は打鍵時に指にしっかりとした硬い感触が返ってきます。打鍵音はどちらも大きく明瞭で高質な音ですが、アルミは高めの音でコッパーは低めの音になります。金属は剛性が高いので打鍵時にプレートがたわみにくく、磁気キーボードでラピッドトリガーの値を小さく設定しても安定した動作がしやすいのですが、素形変形することがあるため、輸送時や組み立て時に歪むとスイッチの固定が適切に行えない可能性があるため注意が必要です。最後に繊維系素材の FR4 とカーボンについて解説していきます。この2つの素材は一言で説明すると樹脂系と金属系の中間的な素材です。剛性でも重量でも樹脂系と金属系の中間的な立ち位置にあります。FR4 とカーボンでは FR4 の方が重く、剛性は先ほどは中間的な立ち位置と言いましたが、カーボンに関しては金属並みの剛性があります。打鍵感はどちらかというと金属系のような硬めの感触ですが、金属系ほど指に返ってくる感触は大きくありません。打鍵音は樹脂系ほどウォームではなく乾いた音です。FR4 はピッチが高くも低くもない中間的な音という印象で、カーボンは高く大きな音という印象です。また、繊維系の素材は金属系と違いほぼ素形変形しないため、輸送や組み立ての際にプレートが歪まず扱いがしやすいです。加えてカーボンは金属製のプレートと同等の剛性があるため、実キーボードの安定動作という面で最も優れている素材の一つと言えます。はい、以上がプレートの素材比較でした。キーボードの打鍵音はどれか一つのパーツで全てが決まるわけではなく、パーツの組み合わせによって大きく印象が変わるので、それぞれの素材の特性を理解した上で、自分の好みや使用する他のパーツとの組み合わせを考えるようにすると、狙った音のキーボードを組みやすくなります。この動画が少しでもその助けになればと思います。それではご視聴ありがとうございました。